聖語と英語。おはこんばんは、セイガンドブレンの聖子です。今日は自分がアメリカで実際に経験した面接について皆さんにシェアしていきたいと思います。で、もしよかったら今のうちに高評価とチャンネル登録ボタンの方を押してもらえると嬉しいです。じゃあ行きましょう。自分はアメリカに来て面接をね5回受けたんですけども、その中で自分がこれはちょっと面接あるあるじゃないかなとか、こういうの準備しておいた方がいいよとか、そういうのがいくつか思いついたのでそれをシェアしていきます。で、今回はね4つの部門にちょっと分けてみました。で、今ここにノートがあるんだけど、ちょっとね全部ね覚えることはできなかったので、このノートを見ながらみんなにシェアしていきます。で、言いたいことは4つあって、紹介していく順番通りに言っていくと、どうやって仕事を探ししたのかっていうのと、面接が決まった時に準備しておいた方がいいものっていうのと、あとは服装と、最後に面接でよく聞かれた内容っていうのを、この4つを今から話していきます。じゃあまず一番最初に言ったどうやって仕事探しをしたかっていうのなんだけど、日本だとリクルートとかの仕事探しのアプリあるじゃないですか。あれと似たようなものがアメリカにもあって、インディードっていうのがあるんですね。もしかしたら日本にもあるかもしれないんだけど、それを使って自分は仕事探ししました。で、パソコンでね自分の履歴書をね書いて、でそこにアップするんですね、そのサイトに。そうするといろんな企業から声かけてもらったり、あとは自分がしたいような職種を自分から探して自分から応募することもそこでできます。で、これアメリカあるあるかわからないんだけど、結構ね応募したのに返事が来ないとか、ブレンの場合だと面接をしたのになんか合格か不合格の電話もメッセージもないっていうこともありました。ちょっとびっくりだよね。日本で自分が今まで受けてきたところは必ず合否はちゃんと言ってくれるんだけど、何もねメッセージ書いてこないってことも多々ありました。で、あとね、その仕事探しのそのインディードの他にも日系の企業に特化したそのリクルーターっていうのもいて、仕事を探してくれる人がいるんですけど、そこに登録するっていうのもおすすめです。で、そこに登録するとそのリクルーターの人が自分たちに合った仕事を会社を探してくれたりとかしてくれます。でもね、ちょっと大変なのが、リクルーターの人たちすごいいい人なんですけど、電話が苦手な自分にとってはちょっと毎回の電話対応はちょっと辛かったですね。正直メールでやってって思っちゃう時も多々ありました。で、リクルーターを通してやると、リクルーターもねやっぱり自分が英語を喋れるかどうかっていうのをチェックする必要があるので、簡単なね1分ぐらいの英語の面接っていうのもそこでありました。聞かれる内容はそんなに難しくなくて、なんでこの仕事を探してるのかとか、今まで自分がどういう経験をしてきたかとか、そういうのを軽く質問されます。で、仮にここでねいろいろ企業を受けて面接が決まりましたってなった時に、ちょっと準備しておいた方がいいものっていうのをシェアします。これはね日本もアメリカも変わらないと思うんですけども、やっぱり企業研究とかその会社のことを調べるっていうのはすごく重要だなと思いました。で、自分がやってたのは、ホームページをねまず見て、とりあえず全部読みました。読みながらこの単語使えそうとか、ここいいなとか、これ自分すごく気に入ったっていうところをとりあえずノートに書くんですね。で、それが終わった後に自分の性格と照らし合わせることをしました。例えば会社が、私たちの社風はなんか明るく元気なみたいなことを言ってたとして、それを自分がメモするじゃないですか。明るく元気ないいなと思ってメモして、でそしてその後に自分の性格って明るく元気な時もあるかもと思って、そことそこを結びつけて、なんかその明るさはどういう時に役に立ったかとか、仕事で役に立った、友達関係、接客とかいろいろつなげてって、想像をどんどん膨らませました。で、やっといた方がいいのはもう一つ、もしね日系企業をね受けるっていう風になった場合は、英語と日本語両方面接の準備をしといた方がいいと思います。自分の場合はとりあえず最初にね英語で全部書きました。自分の長所短所とか、もう本当に基本的なこと書いて、でその後にそれを日本語に直して、日本語バージョン
英語バージョン両方作って練習してました。もしねこれからその会社を受けるって人がいたら、なんかもしその会社が大きければ大きいほどネットにねすごくヒントが転がってるんですよね。その面接でこれ聞かれたとか、なんかこの会社はこういうのよく聞いてきますとか、そういうネタが転がってるので、それを漁るのもいいかなと思います。で次に服装についてなんですけど、こっちで面接した5社は全部スーツで自分は参加しました。で日系企業を受けるってなった時はやっぱり、スーツ着とけば間違いないのでスーツがいいと思います。で中にはね1個の会社はそこは日系企業だったんですけど、そこでスーツで来たの？普通のなんかそんなかしこまんなくてよかったのにとか、そういう風に言ってくれる会社もあったので、まあそれはねその会社にもよるんですけども、迷ったらスーツがおすすめです。今自分が受かった会社は完全に日系とかじゃなくてアメリカの会社なんですけど、そこはもう面接の時に必要なものにスーツで来るようにみたいな感じで書かれてたので、なんかアメリカの会社でもやっぱりスーツは着るんだなとその時は思いました。本当にその時は無知だったんですけど、なんかスーツイコール日本のイメージがあったんですけど、やっぱりどこでもスーツは共通ですね。最後面接で聞かれたこと、今ね5社受けてきて本当にバラバラなんです。職種が接客だったり企業に対する、接客営業系だったり、あと事務系の職種だったりとか、本当にいろいろ面接をしてきたんですけど、その中でもこの3つはよく聞かれたなっていうのがあるので、ランキング順にちょっと発表していきたいと思います。3位、私たちがなんであなたを雇わなければならないのか教えてくださいっていう感じでしたいやこれねちょっとドキッとしたよね。なんかと思って、その時さそういうこと聞かれると思ってなくて本当に焦っちゃったんだけど、これを聞かれたらね、なんで自分がこの会社に合ってるのかっていうなんかアピールタイムなので、自分の長所だったり、あとは自分が今まで体験してきた経験、大学でも前やってた仕事でもアルバイトでも、そういうところを話に入れて、私はこういうことをしてきてこういう人だからここでなんかこの力を活かせると思います。でここでさっき2番目に言ってたその企業研究とかが役に立つんですよね。でそこに結びつけて相手にアピールするみたいな感じです。はい、じゃあ2番目はこういう時どうする？なんか接客系の会社だったらこういうなんか例えば難しいお客様がいました。でなんか何を言ってもなんか言うことを聞いてくれませんみたいな。であなただったらどうするみたいなことを聞かれて、でも自分接客経験がすごく長かったから、今までのその自分の接客の経験を生かして、自分で判断できないって分かった時は、自分の場合だったらまず自分の上司のマネージャーに聞いたりしますとか、あと聞かれたのはもしその社内でそのセクハラとかそういうのが起きた時になんかあなたにその人は相談しました。であなたは次はどういう行動を取りますかとか聞かれましたね。と思って、でもとりあえずマネージャーに相談とかそういうことを言いましたけど、やっぱりそういうのって難しいですよね。はい、じゃあいよいよ最後のよく聞かれた第1位、これはね面接一番最初に聞かれることだと思います。自分について教えてっていうことでした。なんか簡単に言うと自己紹介ですね。だから一番最初に聞かれるんですけども、なんか私たちはあなたのこと何も知りません。だからなんかあなたがどういう人か私に教えてくださいみたいな感じだと思います。だからここでは、自分がどういう人間か、学歴から学校ではこういう大学ではこういうことを学んで、卒業した後こういう会社に入ってこういうことをしてきました。で私にはこういうスキルがあります。だから私はこの会社にすごく合ってるなって思いましたみたいな感じですだからここはね自分の長所とか、なんか自分はこんなことができるんだってのをモリモリに詰め込めるパートなので、これは準備しておいた方が絶対いいと思います。でここで企業もなんかおーってなるはずです。はい、どうだったでしょうか。で今言った話はねもう全部に共通するってわけじゃなくて、自分が今まで体験してきた面接の中での話になるので、
確実ではないんですけども、少しでもねちょっとこれからアメリカとかで仕事を探すっていう人のちょっと助けになればいいかなと思いました。でもしね日本でよく面接とかそういうこといっぱいやってるよって人はなんか日本とここが違うとかいっぱい気づきがもしかしたらあったかもしれませんね。自分日本で全然面接とかやってなくてアメリカの方の面接経験の方が長いのでよくわからないんですけども、もしそういうのがあったらコメント欄とかで教えてもらえると嬉しいです。で面接ってね本当に緊張するし、もう自分なんてね胃からもういろんなものが出そうだった。口から手が出たりとか胃が出たりとかしそうなぐらい緊張したんだけど、でもね面接官も緊張してることは絶対分かってるし、なんか面接官も 100% 求めてないなっていうのを頭に入れとくだけでちょっと楽になると思います。で自分はなんかもう基本的に英語の面接ばっかりだったんですけども、やっぱり英語は完璧じゃないので聞き取れない時もあるんですけど、しっかりと聞き返すってことも大事だと思います。で今まで受けたところは全部聞き返しても優しい英語で質問してくれたりとか、なんで英語できないんだとかそういうことはなかったので、分かんなかったら聞き返すっていうのも大切だと思いました。でもしねこんな感じで久々に英語関係の動画出してみたんですけども、面接についてでもいいし、なんかこういうことを知りたいとかこれ動画にしてくれると嬉しいなっていうのがあったらコメント欄で残してくれると嬉しいです。ってことでじゃあ今日の動画はここまでになります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。